かつて香港は東洋の真珠と呼ばれました。その香港で1994年に宝石のような映画が誕生しました。ウォン・カーウェイ監督の恋する惑星です。今年2024年公開から30周年を迎え、香港では 4K 版で特別上映をしています。その映画を見るために今日はチムサー町に来ました。ここの映画館はこの映画の舞台となったチョンキンマンションが目の前にあり、劇場にはさまざまなディスプレイやポップアートが展示されています。入場の時にチケット2枚でこの映画のミニポスターがもらえて、 VIP 会員の自分はポストカードももらいました。驚いたのは劇場内にコンビニのセットが組まれていたことです。その他のディスプレイも映画解説の後に紹介します。売店では期間限定でパイナップルティーソーダとフィッシュ&チップスが売られていました。これ映画の中でトニー・レオンが買ってたシェフサラダなら僕も買ったんですけどね。では映画見てきます。いやー、何度見ても面白いというか楽しいですね。今回香港で 4K で劇場の大画面でこの映画を見れて嬉しかったです。この映画はそういうファンが世界中にいて、かのクエンティン・タランティーノも気に入って自分のレーベルで DVD を発売したくらいですからね。まず題名の話をしましょう。広東語の現代はチョンキンの森という意味です。都会のコンクリートの森の比喩であり、密集した現代の大都市香港における人々の孤独な内面の物語を表しています。監督にとって恋する惑星は香港へのラブレターなのです。ちなみにこの題名は村上春樹さんのノルウェーの森からインスパイアされています。広東語ではノルウェーの森はこう書きます。だからこの題名になったんです。英語のチュンキンエクスプレスはこの映画の舞台となったチムサー町のチョンキンマンションとセントラル側のお店ミッドナイトエクスプレスの単語を掛け合わせた造語です。チョンキンマンションは沢木耕太郎さんの深夜特急でも出てくるのでご存知の方も多いのではないでしょうか。香港での初公開は1994年7月14日、公開30周年目の今年2024年の5月1日に 4K 版が公開となりました。5月1日というのは映画の中で出てくる缶詰の賞味期限が5月1日で、金城武史がパイナップル缶を30個買うので30周年という意味でとても粋な公開だなと思いました。日本語の題名は恋する惑星です。1995年に公開されてヒット。その後のミニシアターブームを牽引しました。恋する惑星は香港の空論側のチムサーチョイと香港島のセントラルという繁華街を舞台に2人の警察官の恋愛模様を描いた映画です。映画は2つのセグメントに分かれており、それぞれが独立したストーリーを持っていますが、どちらも失恋と新たな恋の始まりをテーマにしています。第1部の主演は金城武史とブリジット・リンです。金城武史は日本でも有名な俳優で、ブリジット・リンは台湾の女優さんです。彼女はこの映画では最後までサングラスを取りません。警官の金城武史は恋人のメイに振られて5月1日の誕生日までにパイナップル缶を30個買っても彼女が戻ってこなければこの関係は終わると感じています。彼は偶然出会った金髪でレインコートの謎の女と一晩過ごします。このブリジット・リンのいでたちはジョン・カサベティス監督のグロリアを連想させますが、湿気の多い香港では暑いだろうにと思ってしまいます。第2部の主演はトニー・レオンとフェイ・ウォンです。トニー・レオンはウォン・カーワイ映画の常連で、フェイ・ウォンは香港で人気のある歌手でもあります。警官633号のトニー・レオンはスチュワーデスの恋人に去られ、よく行くファストフード店で働くフェイ・ウォンに出会います。彼女は彼の部屋に密かに出入りし、掃除をしたり模様替えを始めたりするのでした。僕は初めて見た時はこの映画はフェイ・ウォンのストーカーの話やないかと思いました。あとトニー・レオンの白のブリーフ姿がとても印象に残りますね。
本当は第3部で失恋した殺し屋の話もあったらしいのですが、これを入れると長くなると考え、その後天使の涙として制作されたのでした。この映画はローバジェット低予算の映画ながら世界中の映画のプロたちに高く評価されています。その理由はこの映画がそれまでになかった独特の個性を持っているからです。監督のウォン・カーワイ自身、自分の映画の作り方は香港映画っぽくなくてむしろ洋画に近いと言っています。その特別な点はまずカメラと音楽の使い方、それにキャラクターとストーリーテリングの面白さにあります。物語の語り方はナレーションとモノローグの多様、そして時間の飛躍を用いて観客に詩的で無限的な感覚を与えます。音楽もそれまで香港映画ではあまり使ってこなかった欧米のオールディーズやソウル、レゲエの曲を使ってモダンで独特なリズムを生み出しています。特に主演のフェイ・ウォンがカバーした夢中人は香港でもスタンダードになっています。この映画の公開後は世界中のミュージックビデオが撮影の仕方などの影響を受けてる感じでした。かようにやっぱりこの映画の特筆すべきはカメラです。撮影はオーストラリア人のクリストファー・ドイルが担当しました。彼はウォン・カーウェイと欲望の翼からタッグを組み、2046と短編の仕立て屋の恋まで一緒に仕事をしました。僕はウォン・カーウェイの全盛期は歌謡年歌を含むこの一連の作品だと思っています。世界で評価されているスタイリッシュなカメラワークもクリストファー・ドイルの力が大きいと感じてます。この作品でも冒頭の金城武士が走る場面のステッププリンティングという背景がぼやけて動くという手法から始まり、スローモーション、モーションブラー、ロングテイク、手持ちカメラの多用、カラーコントラストの使い方など遊んでるみたいなんだけど、どれもかっこいいんですね。だから低予算の映画ながら映像の面白さで見せて世界のプロたちに絶賛されたわけです。映画館に展示されているディスプレイはいろいろあって、この缶の蓋を使ったものは2024年5月1日付から30個ありました。開けるとこの映画のトリビアが書いてありました。例えば5月1日のは、ウォン・カーバイは撮影中チョンキンマンションで AD にバックパッカーのふりをして1ヶ月滞在させて建物の出口を調べさせた。理由は撮影の許可を取ってなかったからとか、ヒロイン2人は同じサングラスをかけている。主人公の2人の男性はどちらも警察官で、自宅に金魚のいる水槽がある。金城武士はこの映画で中国語、広東語、日本語、英語を喋ってるとか、彼は台湾のアメリカンスクール出てますから言葉は達者ですね。恋する惑星は香港映画賞協会の中国映画トップ100、アメリカのタイム誌からは世界映画史における不滅の映画トップ100、 BBC からは映画史における外国語映画トップ100などに選ばれた、こういったトリビアがありました。もう一つのディスプレイはでっかいパイナップル缶と映画のメインシーンがありました。名台詞も壁に書いてあります。例えばその時彼女との距離は 0.1 ミリ、57時間後僕は彼女に恋をしたとかです。コンビニのセットは映画ではサークル K でしたが、権利の関係でしょう。ここではチュンキンエクスプレスの CK にして90年代のコンビニを再現しています。トニー・レオンが食べてたツナ缶なんかも置いてありますね。ポテチやコーンフレークもあります。香港人には懐かしさが湧いてくるセットだったんだと思います。コンビニのシーンはこの映画では非常に印象的だったですもんね。映画館を出てエスカレーターを下っているとチョンキンマンションが見えます。ちょっと中へ入ってみましょうか。
映画が公開されて30年経っても、ここは相変わらずビビッドな空間で、バックパッカーのホテルがあって、インド系の人も多いですね。そういえばカレーのうまい店もありましたね。最近ちょっと行ってないですけども。カレーのことを考えてたらお腹が空いたので、チムサーチョイからセントラルへ行ってトニー・レオンが食べてた屋台でご飯を食べようと思います。 MTR でも行けますが、今日はスターフェリーで行くとしましょう。さあ、セントラルに着きました。こういう屋台というか露店は最近香港でも少なくなってます。けどここは本当にうまいんです。今日は骨付き豚のご飯です。おそらくこの辺でトニー・レオンを食べてフェイ・ウォンに偶然会ったんだと思います。この屋台のすぐ近くにあるのがトニー・レオンが玉ねぎ担いだマーケットですね。このセントラルからミッドレベルに上がっていくエスカレーターがこの映画で有名になりました。ここから見えるどっかの部屋で実際に撮影され、その部屋に住んでいたのは実はカメラのクリストファー・ドイルだったんですね。30年後、ランカイフォンにあったバーカリフォルニアは閉店し、ミッドナイトエクスプレスはコンビニエンスストアになりました。トニー・レオンはベネチア映画祭で栄誉金獅子賞を受賞し、当時35歳だったウォン・カーウェイ監督の名声は世界に轟いています。でもやはり香港在住の僕から見ると、この時代、つまり1997年の中国返還前の香港映画は自由でよかったなと思うのです。あまり多くは語れませんが、この映画の無邪気で活気のある明るさとそのスタイルを見ているとそう感じてしまいます。久しぶりに見て、やはりこの映画は宝石のような香港映画だと思ったわけです。以上、最後までご覧いただいてありがとうございました。てなことでまた。